いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今年もぶどうを求めて山梨県へやってきました。先週の動画での予告通り動画をアップした2日後の出発です。今回も番外編としてぶどう農園と吉田のうどんプラスアルファの動画となっておりますが、少しでもあなたの参考になれば嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。さて今回も勝沼までやってきました。こちらは先週アップした金星園さんのすぐ近くにある安全農園2号店さんです。こちらでは8月中旬まで桃食べ放題を行っていたり、10月下旬までぶどう狩りを楽しめるとのこと。また店内ではいろんな種類のぶどうが販売されており、それぞれ試食もできるので美味しかったものを購入できるのは嬉しいですね。あと前回の動画で紹介したマイハードですが、ちょっと時期が早かったようで来週には出せそうとのことだったので、この動画がアップされた頃には販売開始されてるかもです。ただまあまあ値が張ります。違うお店では 1kg3500 円っていうところもありました。あとせっかくなので今回はワインも買ってみました。こちらでは今年から作ったシャインマスカットのワインもあり、運転がなければいろいろと試飲もできるので、ぶどう同様美味しかったものを購入するのもありですね。あとこちらで個人的おすすめはこのゴルビーという品種、すごい甘さにびっくりです。あと伝わりにくいですが超巨大な桃も購入しました。あといろいろ購入したらおまけでシャインマスカットのジャムを頂戴しました。ありがとうございます。いろんな種類を扱っているこちらの安全農園2号店さんは1房ずつ金額表示してあるのも嬉しいです。どこ行ったらいいかわからんという方はこちらも候補として検討されてみてはいかがでしょうか。というわけでここからはいつものグルメ動画となります。どうせなら吉田のうどん特集をいつか作れるように、前回に続き今回も吉田のうどんを食べに行ったのですが、今回は富士吉田市ではなく先ほどのぶどう農園の安全農園さんと同じ市内にあるこちらのお店は山梨県甲府市にありますうどん屋源さんです。営業時間は11時30分から14時で、夜は新型コロナ感染拡大防止のため休業中で、定休日は月曜日となっております。月曜日が祝日の場合は翌日が振り替え休日のようです。こちらのお店も超有名とのことで楽しみにやってきました。それでは行ってみましょう。お邪魔します。客席はテーブル席お座敷合計で35席あり、こちらのテーブル席はお一人様専用とのこと。ご家族やご友人同士での来店の場合はお座敷に通されるようです。ちなみに駐車場は店前に20台分あります。それではメニューを見てみましょう。まずは温かいかけうどんの味噌味から角煮、肉天わかめ、肉月見、肉きつね、肉わかめ、肉天ぷら、肉、月見、わかめ、きつね、天ぷら、かけとなっております。あとはお出汁に違いがあり、特濃煮干し味ににんにく玉ねぎのスタミナがあり、一番下にある塩味だけは鯛塩天ぷらわかめと鯛塩きつねわかめの2種類のようです。全体で見るとこんな感じ。種類豊富で悩んじゃいますね。続いては裏麺です。裏麺は冷たいうどんのつけ麺です。こちらも先ほど同様、つけ汁の味は味噌味、特濃煮干し味にスタミナとなっております。下段は専用のお出汁のぶっかけ風うどんに税込み100円のトッピングと大盛りの税込み180円があります。せっかく日本一硬い麺と言われる吉田のうどんですから、やはり冷たいうどんを注文するべきか悩んじゃいますね。あと吉田のうどんのお店で唯一かは分かりませんが、こちらではラーメンも提供されています。ラーメンのスープは特製煮干し、鯛塩、スタミナの3種で、つけ麺は特製煮干しスタミナと2種類の合わせスープのようです。あとご飯類のメニューもあり、平日限定でランチセットとしてこのご飯類の3種がどれでも税込み330円でいただけるようです。注文が決まったら机にある紙にメニューを書き厨房へ渡しに行きます。あと卓上サービスはこんな感じで2種類のすり種があります。やはり店によって見た目も全然違いますね。ちなみにもう一つの方は激辛のようで入れすぎに注意のようです。それでは注文も完了したので料理の到着をお利口さんにして待ちます。味噌味の肉天ぷらつけ麺770円に平日ランチセットのチャーシュー丼330円です。前回言った免許開田さんのうどんの麺の硬さと比較するために冷たいうどんを注文し、
ランチセットは通常価格660円が330円になったら一番お得と思われるチャーシュー丼を注文。お店の作戦にまんまとハマった竹千代です。あとこの麺ですが極太すぎてうまく持ち上がりませんでした。実際の太さはこんな感じ。超極太麺だけあって本当に硬くてすするというよりワシワシ食べるといった感じです。ちなみにお肉は富士桜ポークというもち豚とのこと。甘辛煮につけてあり美味しかったです。そしてインパクト大の天ぷらは玉ねぎのかき揚げです。しっとりしたタイプのかき揚げで玉ねぎの甘みをしっかりと感じられます。そして定番ともいえるゆでキャベツもつけ汁に入れて美味しくいただきました。あと超極太麺ですがしっかり噛んで食べるので満足感が半端ないです。あとはこの店のすり種です。いろんな風味が感じられて美味しく、超激辛の方も少し入れてみたら本当に辛くてびっくり。入れすぎ注意はマジでした。あとランチセットのチャーシューですが噛み応えのあるお肉を炙ってあることで香ばしさが増しとっても美味しかったです。また目玉焼きの黄身の部分はほぼ生でタレと肉との相性も良く贅沢な卵かけご飯のようにいただきました。ただこの動画を見てくれてる方の中にはうどんももちろん気になったけどラーメンの方も見たかったんだよなという方もいたかと思います。分かってますよ。というわけで特製煮干しチャーシュー麺税込み1100円です。そう簡単に来れる距離感じゃないしうどん屋さんが出してるラーメンって気になりますよね。そりゃ無理してでも食べなきゃもったいないですよね。それほど無理なこともないので何の抵抗もなく注文しましたがね。ちなみにラーメンの麺は極太縮れ麺です。これが程よい硬さで歯切れもよくすっごい美味しかったんですよね。もともとラーメンは週末の夜のみの提供だったっぽいのですが夜の営業が今のところお休み中なので昼にも提供してるみたいです。あと一番の感動ポイントはこの特製煮干しのスープです。とにかく香りがよく味塩気などのバランスがよくとっても美味しかったです。うどんでは特製ではなく特納煮干しとなってましたがどう違うのか気になるところです。ちなみにラーメンに入ってる具材はチャーシュー以外は多分うどんと同じだと思うのですがこの甘く味付けされたお揚げがラーメンに合うってのも新しい発見でした。もし甲府市に来る機会があればぜひこちらのうどんとラーメンの両方を味わってもらいたいです。今回は甲府市にありますうどん屋源さんにお邪魔させていただきました。そういえば帰宅途中のお土産屋さんでこちらのひばりが丘高校企画のあごくだきマックスという吉田のうどんを発見したので購入。おめえあたしと冷やしうどんで勝負しろしってヤンキー高校なのかな。かなりのコシの強さでしたが最後の1本まで美味しくいただきました。吉田のうどんを食べてみたいけど山梨まで行くのはきついわという方はとりあえずネットで生麺を取り寄せて食べてみて気に入ったら旅行がてらお店で食べるのもありかもしれませんね。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであればチャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごちそうさまでした。